解剖学を学ぶと作品に説得力が生まれる。人体の正しい構造を知ることで造形作品は一段と深みを増します。なんとなく作るから意図して作る絵、見るだけでも上達すると感じたこの講座、実際に受講して分かったリアルな感想をお届けします。フィギュアや人形のクオリティを引き上げたい方はぜひ最後までご覧ください。こんにちは、人形作家の奥田です。今回はコロソさんからご依頼をいただき、加藤浩太先生の立体制作を通して学ぶ男女の体の構造を受講させていただきました。まず、なぜ解剖学を学ぶのかについて。これは僕自身、人形やフィギュアを制作する中で強く実感してきたことです。例えば、作品を作る際には骨格や筋肉を意識して造形するために模型や書籍を参考にしていますし、猫のモチーフを作るときには猫の頭骨を実際に見て触って形を確認してからデフォルメを加えて造形したりしています。解剖学を学ぶメリットは、骨格や筋肉を知ることで造形に説得力が出る。正しい構造を知っているからこそ魅力的なデフォルメが可能になる。イメージを立体化するための解像度が飛躍的に上がる。つまり解剖学を学ぶことでなんとなく作るから意図して作ることができるようになるんです。講師は美術解剖学の専門家である加藤先生と中澤先生。加藤先生は伊豆の解剖学者として SNS でも発信されており、一度は目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。中澤先生は科捜研という専門機関で美術解剖学者をされています。そんな解剖学のプロであるお二人から学べるなんてワクワクしますよね。この講座では人体の構造を粘土の立体造形を通して学びます。骨や筋肉の構造、男女の違い、ポーズによる筋肉の動き、頭蓋骨や表情筋まで、理論と実演が組み合わさって、まるで隣で教えてもらっているかのような内容です。では、僕も実際に制作してみたので、その様子と講座の内容を紹介します。まずは針金で骨格を模した芯を作って、そこに筋肉を粘土で乗せていきます。今回僕は体の半分だけ筋肉を造形していくことにしました。先生はさすがの腕前でどんどん形が仕上がっていく様子は見ていてとても楽しいです。見ているだけでも本当に学びが多い内容でした。僕自身もこれまで書籍などで解剖学を勉強してきましたが、骨格から順番に筋肉の重なりを粘土で再現していくのは、ここの筋肉ってこんな風に重なってここにつながっているんだといった新しい発見がたくさんありました。特に先生の迷いのない手の動きを間近で見られるというのは動画ならではの学びだと感じました。ただですね、正直に言うと全くの粘土造形の初心者の方には難しく感じる部分もあると思います。もちろん初心者の方もチャレンジしていただいて全然大丈夫なのですが、この講座は粘土で造形を上手に作ることを目的にしたものではなくて、解剖学の理解を深めることがゴールになっています。ですので、受講してすぐに先生のお手本のような人体像が作れるようになるわけではありません。実は僕も作っていて、ここ難しいぞと思うところがたくさんありました。初心者の方は特に最初はうまく作れなくて難しいと感じてしまうと思いますが、この難しいと感じたことが学びの第一歩になります。そして造形スキルが少しずつ上がってきたタイミングで
もう一度この講座を見返すと、最初に見た時には気づけなかった学びや発見がたくさんあると思います。そういった意味で、初心者の方から熟練者までそれぞれレベルに応じて得るものがある非常に価値の高い講座だと感じました。実際に講座を見ながら制作したのはこちらです。気になるところはまだまだたくさんあるんですが、一旦これで完成とします。いつも使っている白い粘土を使用したので、陰影を分かりやすくするために軽く墨も入れています。なるべくお手本に沿って作ろうと思っていたんですが、若干体が細くなって普段作っている人形のラインに近くなってしまいましたね。難しく感じた箇所もありましたが、楽しみながら制作することができました。それではこの講座がおすすめな人はどんな人なのかについてお話しします。この講座はすでに人形やフィギュアを作ったことがある人に特におすすめです。人体造形をすでに経験したことがある方は、どこが難しいのかを体験しているからこそ、この講座を受講することで、なるほど、ここはこうなっているんだと腑に落ちるところが多いはずです。逆に粘土や道具の扱いなど粘土造形に関する基礎的な部分はあまり触れられていないので、粘土初心者の方には別の基礎教材が先にあるといいと思います。とはいえ、この講座は見るだけでも確実に造形力が上がると思います。特におすすめな人はこちらです。人体構造を正確に把握したい人。人体の骨格や筋肉の構造を正確に理解することで造形に根拠が生まれます。形の成り立ちや関節の動き、筋肉の張り方などが分かると、ただの見た目の模倣ではなくリアリティのある作品を作ることができます。次は、なんとなく造形してしまい説得力のある形に悩んでいる人。作品を作る中でなんとなく形を作っているけど、これで本当に正しいのかなと感じている方にぴったりです。正しい構造を知ることで作品に一貫性が生まれて説得力がぐっと増します。構造的に裏付けされた本物感を作りたい方におすすめできます。そしてデフォルメやアレンジをする際に基礎の理解を深めたい人。デフォルメキャラクターや造形のアレンジをする際も元の正しい構造の理解が不可欠です。構造を知らずに形をいじってしまうと違和感や不自然さが生まれやすいですが、基礎がしっかりしていればどこをどうやって省略し強調したら良いかが分かり、納得感のある表現が可能になります。そして講座の中でも触れられていましたが、粘土造形をしている人だけではなくてイラストや絵画を描く方にもおすすめできる内容になっていると思います。この加藤先生の講座に興味のある方はぜひ概要欄のリンクから詳細をチェックしてみてください。コロソさんからチャンネル登録いただいている方向けに期間限定の割引クーポンをいただきましたので、この機会にぜひご利用ください。もし自分にはまだ難しそう、まずは粘土の基本的な扱いや造形の基本を知りたいと思った方は、僕の公式 LINE にて無料でプレゼントしている初めての粘土造形ガイドブックに粘土造形の基礎と基本をまとめていますので、初心者の方はまずはこちらを参考にしてみてくださいね。ちなみにコロソさんの講座とはまた別で僕自身が企画している動画講座を準備しています。いかがでしたでしょうか。改めて加藤先生の講座はもっと上達したいと思っている人にとっては間違いなく学びの多い内容でした。構造を知って作ることは造形のレベルを一段階引き上げてくれます。僕自身もとても勉強になりましたし、造形を構造から理解することの大切さを再確認できました。美大でしか学べないような内容を動画でじっくり見ることができるのはかなり価値があることだなと思います。コロソさんのこの講座は
その学びを動画でしっかり体験できました。最後に、そもそもコロソってどんなサービスという方のために簡単にご紹介します。コロソは現場で活躍している一流のプロたちが自身のスキルや制作ノウハウを余すことなく教えてくれるオンライン学習プラットフォームです。イラスト、映像、3DCG、クラフト、デザインなどジャンルも非常に幅広くて、プロの技術を体系的に深く学びたいというクリエイターにぴったりの内容が揃っています。そんな一流のクリエイターが集まるコロソさんから PR のご依頼をいただけてとても嬉しく思っています。このチャンネルでは引き続き粘土を使った作品作りのコツや技術、アイディアのヒントなど制作に役立つ情報をたくさん発信していきます。この動画がいいと思ってくださった方は見失わないためにも高評価とチャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。